ダイナミック UCS っていうのがあって、今、この UCS の設定をして、XY 平面にしかオブジェクト書けないよっていう、スケッチ書けないよっていう話したんですけど、ダイナミック UCS っていうステータスバーにあるんですよ、アイコンが。で、なければ一番右端のカスタマイズっていう3本線をクリックすると、ここのダイナミック UCS にチェックが入ってる。これをオンにしてる。はい。で、このオンにするとどうなるかっていうと、この三角錐のこの面に円を描きます。円コマンド選んで、そうするとカーソルを乗せたときに、その乗せた面がこのようにアクティブになる。ここで書ける。UCS がどういう方向である。これ、いちいち UCS 設定する必要がないので、ダイナミック UCS。UCS を載せたところが XY 平面になる。その面だけ限定で XY 平面になるっていう。これがダイナミック UCS ってやつ。この面だけを選択したいときっていうのはあるんですよ。で、この面とか線とか頂点のことをサブオブジェクトっていう。統合オブジェクトっていうのが全部のその立体形状全体のことを言って、個別にその立体形状を構成している面とか線のことをサブオブジェクトっていう。この線だけ選びたいっていうときは、コントロールキーを選んでクリックするしかない。面を選びたいときは、コントロールキーを押して、その面とか線を、選ぶときに、だから直接何もしないで線を角を選ぼうとしても選べないのよ。コントロールキーを押して、どっかのエッジをクリックすると、この赤いスナップが出てくるから、クリックしてやると、このように変わるのよ、形が。そのエッジを動かすと、そのエッジにくっついてる面まで一緒に動くのよ。選んだらもういらないの。選んだらいらないので、赤い、グリップが出てくるから、それをクリックしてやると、そのエッジが動くのよ。そうなの。そうするとこういうふうに形状が変化になる。見る方向なんですけど、今までやったこの上っていうのが平面図で、前っていうのが正面になる。そして、ここに、3D の状態だとこのカラー、赤、緑、青の状態で表示される。で、この角が原点、要は X が0、Y が0、Z が0になるっていうことです。このビューで言うと、ホームっていうのお家の形したやつあるでしょ。ここをクリックすると、これがホームポジション。で、ホームポジションは自分で決めに、この左側に、ここに、向きと、あと表示スタイルがあるのね、ここにね。ビューの向きと表示スタイルね。で、今平面になってるんだけど、ここをクリックすると、このようにメニューが出てくるから、で、南西、愛染めメニューってやると、南西から見てるよ。で、もう一度これクリックして、南東にすると今度東から見てるよ。自分でどっちが立体的に見やすいかっていう、このホームポジションをどっちにするか。これをここのホームのとこで右クリックして、現在のビューをホームビューに設定する。そうすると、例えばここを上にしたときに、ここ、ホームってやると、ほら、立体形状を確認したいときの、そのビューをホームにする。この画面をビューをホームにしちゃえば、いろいろ作業してるときにホームをクリックすれば一番見たいところに移動するよね。ホームポジションっていうのは自分で自由にできるんだよってことね。